港区北青山。港区の最西端に位置する山の手地域だ。一般的には南青山とともに青山と呼ばれる配送エリアで、青山通りや平通り、表参道にも近く、元祖意識高い系の町。そんな北青山からお届けするのが久しぶりの団地シリーズ。大都会北青山にあった都営団地だ。そもそも周辺は高級ブランド店や高級車の店が並んでいて、古い都営団地がありそうな雰囲気ではない。そこが魅力でもあった。この青山通りから一本道を隔てた場所に、確かに都営青山北町アパートがあったのである。そう、前回お届けした都営霞ヶ丘アパートのように、消滅する前に最後の姿を拝んでおこうと訪れたのだが、一歩遅かった。お届けするはずだった都営青山北町アパートは姿を消し、代わりに再開発事業で建て替えられた北青山三丁目アパートが2018年に竣工した。残念ながら動画自体をボツにしようとも考えたが、以前の写真を紹介し、皆さんにも記憶の片隅に残ればと思い、在りし日の姿をお届けしようと思った次第である。こちらが2019年に訪問した時の青山北町アパートである。すぐそばの高級店が並ぶ青山通りの裏手に、こんな都営団地があったのだ。1957年から1968年にかけて建てられた団地。4階、5階建ての住棟が25棟あったが、いずれもエレベーターは設置されていなかった。ベランダに浴室を増設した住棟。この時点で先ほどの三丁目アパートの高い建物は完成が近かったようだ。そびえ立つ高層棟はまるで古い住棟に時代の終わりを告げているように見える。足元の様子を見ると工事中だ。この団地の給水塔は櫓型のものだった。こちらの住棟は有孔ブロックが使われ、デザイン性がある。向こうには旧エイベックスビルが見えている。
再開発は知っていたが、少しは残っていると思っていたので、残念だ。現在も再開発事業、まちづくりプロジェクトは進行中で、公園や商業施設ができていて、先ほどの写真の銃刀があったあたりは、バリケードなどで様子が見えない状態である。さあ、せっかく青山に来たし、界隈の建物を2つ紹介しちゃおうかな。こちら近くのキラー通りにあるワタリウム美術館の建物。複雑な構造で濃淡のグレーストライプが目を引く。こちらは新青山東急ビル。青山らしいデザイン性の高いビルだ。前回の霞ヶ丘アパートに今回の青山北町アパート。かつて団地に漂っていた独特の温度感や暮らしの匂い。再開発されたエリアを歩くと、ふとそんな気配を探したくなる。街は常に変化する。しかし、皆さんの心の中にある思い出の場所は今後も色褪せないはずだ。まだまだ冒険は続く。